地球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はウルトラギャラクシーファイトにて久しぶりに映像作品に再登場したウルトラマンゼアスについての動画です。ヒーロー解説と作品解説を一緒にやっていこうと思います。ギャラファイに出る前のゼアスがどんな人物だったかとか、どんな作風だったかとか、サクッとシュワッと解説していきますのでよろしくお願いします。はい、ウルトラマンゼアスなんですけど、単独のシリーズはなくて1996年と1997年に公開された劇場版2作品がゼアスの主役作品となっています。2作品ともコメディ路線の明るい作風で、トンネルズさんが出演されていたり、ゼアスの人間体の朝日勝人役が当時のトンネルズさんのマネージャーで、要は素人というか一般人なんですよね。だから本当に異色の作品といった感じで、雰囲気も他の作品と全然違っていて、かなり独特な空気感が漂っています。超宇宙防衛機構マイドという名前だけ聞いたらふざけているように聞こえる防衛チームの隊長と副隊長を演じていたのがトンネルズさんで、主人公の朝日勝人もここに所属しています。普通の防衛チームと違って、なんとガソリンスタンドが基地になっていて、基地のステルス性能は高いのかと思いきや、出動するときに看板がこんなことになるのでバレバレです。いろんな登場人物からカラーリングが悪趣味とめちゃめちゃ評判が悪いスカイフィッシュという戦闘機でゴリゴリに目立ちながら出動します。コミカルな雰囲気のせいで見逃しがちなんですけど、マイドの科学力は他の防衛チームと比べても全く遜色ないというか、他を上回っているまであるんじゃないかというほどむしろ優れています。ゼアス2では仕組みは分かりませんけど、ロッカーに入っただけで自動で着替えられるシステムが登場するんですけど、これパッと見ネクサスのナイトレーダーが出動する時に似てますよね。世界観というか舞台になる宇宙はおそらく M78 ワールドではないんですけど、 M78 ワールドに近い歴史を持っているっぽい世界で、初代ウルトラマンが Z に倒されたことがあるという事実は最低でもあるみたいです。ウルトラマンシャドウという敵が街で暴れていた時に、若かったらあんなやつみたいなことを言って意味深にスプーンを掲げるあの人にそっくりな男性が出てきたり、近海の山を警備する警備員が近海に異常があった時に胸に入っている懐中電灯をこれまた意味深な動きで取り出そうとしたり、ウルトラマンゼアスが復活した時にウルトラマンが帰ってきましたとやたら連呼するどこかで見た顔のアナウンサーが出てきたり、作中の世界観的にもメタ的にも M78 ワールドと関わりが深いです。この舞台はおそらく M78 ワールドではないんですけど、ゼアス自身が M78 ワールド出身っぽいことが分かってはいるので、パワードとかグレートとかマックスみたいに出張的な感じで派遣されていたパティーンかもしれません。意味深なムーブをかましてくるレジェンドたちや、トンネルズさんの他にも有名人がガンガン登場するのもゼアスの特徴で、2に登場したアンディ・フグさんという K1 ファイターがいて、ゼアスに必殺技のヒントを与えたり、割と重要な役割だったりもしました。このアンディ・フグさんについて10代とか20代前半の視聴者の方にも分かりやすく説明すると、当時大ブームになっていた K1 という格闘技のスーパースターだったんで、今で言うと朝倉未来さんとかがギャラファイに出てるみたいな感じなんですかね。そんな豪華な登場人物とかマイドの仲間たちと楽しくワイワイと地球を守っていきながらも、ゼアスはしっかり修行したり、自分の欠点を克服したり、精神的にも肉体的にも成長していく盛りだくさんのストーリーになっています。はい、続いてはウルトラマンゼアス本人にフォーカスを当てていくんですけど、 Z95 星雲光の国という星出身の9500歳のウルトラマンです。Z95 星雲はおそらくは M78 ワールドにある星で、さらには初代ウルトラマンの遠い親戚っていう設定もあるみたいです。一番メインの必殺技はスペシュッシュラ光線で、フォームは体のカラーが初代ウルトラマンの逆になっているのと同様にスペシウム光線と逆みたいな感じになっています。汚れた星をクリーンにするという一風変わった使命のもとこの地球に来ていて、1作目の時点ではゼアス自身もかなり重度のウルトラ潔癖症でした。そのはちゃめちゃな潔癖症のせいで敵に正体がバレたり、今の時代ならいじめとかパワハラに絶対認定されるようなかなりの激しいいじられ方をされたり、散々な目に遭っていました。変身もピカリブラッシャーという歯ブラシでピヨピヨピヨみたいな可愛い効果音で変身するという特殊な感じです。ゼアスはセブンとかエイティみたいな感じの一体型のウルトラマンで、初代とか太郎みたいな憑依型ではないので、この朝日勝人という青年がゼアス本人なんですよね。
でこの朝日、ゼアスですよね。ゼアスは本当に真面目で純粋で優しいんですよね。真面目で純粋で優しいって同じく一体型のメビウスの未来とかエイティのヤマトとかもそうなんですけど、その2人とはまた違ったものすごい柔らかい空気感を持ったヒーローなんですよね。それに加えて、そんな人によってはいじめに近いようないじりを受けても、敵から嫌がらせを受けても、人に笑われてもしっかり自分のやるべきことをやる意志の強さも持っています。この高さにあるボールを蹴れとかいう無茶な修行にはこんなの無意味ですって一回さすがに言ってしまってましたけど、スペシュシュラ光線があさってどころかしあさってくらいの方向に飛んでいってしまったり、潔癖症で手を洗うシーンが強烈だったので薄れがちなんですけど、ぐっと成長したのもあって戦ったら普通に強いです。戦う敵も普通に強いし、少なくとも最終的には戦力として一般的なウルトラ戦士と変わらないほどの強さは持っていました。最後にゼアスに登場する怪獣たちをささっとシュワッと紹介していきます。まずは慢性ガス片小宇宙人ベンゼン星人と妖艶宇宙女王レディ・ベンゼン星人。ベンゼン星人が1作目で、レディの方が2作目に登場したゼアスのメインの敵の星人夫婦です。いい星人か悪い星人かは置いといてめちゃめちゃラブラブな夫婦です。ベンゼン星人の人間体はガソリンスタンドに来て支払いの時にぐちゃぐちゃに汚れた1万円札を地面に落として、その上にタバコの吸い殻をボトボト落としたり、態度クソ悪いんですけど見た目はかっこいいダンディーな感じで、レディ・ベンゼン星人の方も態度は悪いんですけどめちゃめちゃセクシーです。っていうか一応お金はちゃんと払うんですね。ちなみに多分皆さん興味ないと思うんですけど、この2人3000歳差の年の差婚らしいです。地球を汚染させようとするゼアスの宿敵夫婦です。次は球菌爆獣コッテンポッペ。1作目に登場したベンゼン星人に刺激されている怪獣です。結構脳筋っぽい見た目なんですけど、敵の攻撃を吸収して自分のものにしたり、バリアを張ったり、結構テクニカルな能力を持っています。金をエネルギーに変換して、それをベンゼン星人に捧げるけなげな役割を果たしていました。次は宇宙戦闘ロボットウルトラマンシャドウ。偽ウルトラセブンみたいにロボット系のアクトラマンですね。なんか見た目ロボットっぽくないですよね。たまにこいつがロボットだったことを忘れます。ゼアスの頃ゲツくんは小学生だったんですけど、シャドウかなり人気ありました。かっこいいですもんね。見た目だけじゃなく実力も相当で、ゼアスとほぼ同じ能力を持っていて、メンタル面で負けていたゼアスが一度敗北してしまったほどこのシャドウは強敵でした。必殺技はシャドリウム光線です。次は敵が使うカプセル怪獣のダークラー。ダークラーはシャドウが出したカプセル怪獣で、野生にいたクラオスという怪獣を調教して強化した個体らしいです。で、ゼアスが使ったカプセル怪獣がカプセル怪獣ミラクロン。明らかにミクラスを意識していますよね。ダークラーともシャドウとも頑張って戦いました。最後は宇宙カード珍獣デジタルカネゴン。宇宙旅行中にエネルギーがなくなって困っていたところをマイドに保護されたらしいです。デジタルという名の通りカードを読み込めるカネゴンです。もし一緒に住んだら勝手にカードを読み込まれて翌月の請求がえげつないことになりそうで怖いです。はい、こんな感じでさらっとゼアスの世界観、設定、ゼアスの人物像、戦った敵などを紹介してきましたけど、見るのが一番いいです。2本見ても3時間かかるかかからないかくらいなんで、そんなに時間も取らないのでおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。